オスオラテクト、ようやく B パッチが当たって大公開時代が終わりましたね。ビルジウォーターの弾丸ダメージ痛すぎてハゲ飛ぶかと思ってたのでよかったです。ということで今回は B パッチで使えそうな構成を5つ紹介していこうと思います。使用レジェンドは基本的に TF です。 TF ラブ。それでは早速やっていきましょう。まず1つ目はノクサススレイヤー。レジェンドは TF でラピュファを3つ作る構成ですね。ナッシャーを使うこともできますが、その場合はクイックシルバーが必須となります。モルデカイザーは変身した後の通常攻撃が強くなるユニットなので、その時間内にスタンなどを食らってしまうとダメージが出せなくなってしまうからです。カタリナとカシオペアによって負傷を付与することができるので、サンファイアやモレロはそこまで重く見なくても大丈夫ですが、できればどちらかはあった方がいいと思います。個人的にはこちらのスレイヤーを減らす代わりに軍師を増やして、セカンドキャリーをエイトロックスではなくアジールにする構築の方がダメージの種類がバラバラにならずに一つになっていいんじゃないかと思ってます。チェイヨンが入ることで範囲 CC が1つ増え、構成が締まるのも個人的にポイントが高いです。ただこちらの場合はモルデカイザーを後ろに配置する必要があるので、絶対にラピュファじゃないとダメです。ラピュファを作ることでシグが作りづらい場合はスウェインにアイスパを持たせるのもいいと思います。エイトロックスが来るまではレクサイ、サイオンが来るまではカシオペアを使うようにするといいでしょう。なので序盤はサミーラにラピュファを持たせて進行することが多いと思います。レベル6をこんな感じのボードで切り抜けるように意識して駒を集めるといいでしょう。では次の構成です。次の構成はアイオニアバンキッシャー。こちらは神柳の森の時に使うと強い構成です。陣を茂みに置くことでアイオニアとバンキッシャー両方を保管することができるので、タリックを入れてソーサラーとバスティオンを発動させることができるようになります。ヘラ1個じゃ作れない、ちょっと特殊な構成ですね。なかなかこの状態まで持っていくことは難しいですが、作れた時の強さはなかなかのものです。こんな構成誰もやってないので、構成がかむりづらいのも利点ですね。バンキッシャー4によって通常のクリティカル率が 60% になるので、ラスウィスとガドブレをつけることでそれが 100% になりとても強いです。ただガドブレの部分はハンジャ、チャイスレでも代用が可能なので、作れそうならどっちか作ってしまっていいと思います。セカンドキャリーはニーラで、ニーラにはハンジャやチケンなどの回復アイテムと、ナイトハーベスターやラピファ、あとは巨人がとても合うと思います。アーリが来るまではイレリアを使うので、序盤でイレリアにアイテムを持たせないようにしましょう。こちらもノクサススレイヤーと同じくチャレンジャーで進行すると進行がしやすいです。次の構成はチャレンジャーです。この構成はチャレンジャーの紋章がある時にできる構成ですね。ヘラが獲得できるバンドルカフェテリアとかプラシディウム図書館、あとは旧柱の広間で初手にヘラが獲得できた時とかにやるといいと思います。クイーンにシグを持たせてあげるとカイサのダメージが上がってちょっと強いですが、別に必須ではありません。エイトロックスの代わりにベルベスを使うこともできますが、エイトロックスの方が基本的には強いです。ワーウィックかジェイヨンにサンファイアを持たせるか、クイーンかジェイヨンにモレロを持たせるかをして、回復阻害を一つ持っておくといいと思います。進行ではカシオペアを使い、ノクサスとチャレンジャーで戦うのが最も強いです。フィオラのアイテムは後で作り、カイサのアイテムから作っていくと、強い進行ができるので覚えておきましょう。次はカシオペアリロールです。この構成は最下層、勇者、山頂、スロータードッグ、ラットタウンなどで使うと強い構成です。ポータル以外ですとゴールデンチケットが取れた時に狙ってみるのもいいと思います。レネクトンがメインタンクとなり、チョガスはおまけです。カシオペアが早めに星3になり、レネクトンとチョガスが星3になるまで遠い場合はレネクトンとチョガスの星3をやめてレベルを上げてシュリーマを出しに行った方が進行的に強いです。その場合セジュアニの星2ができるまでにレネクトンの星3ができなかった場合はレネクトンを売ってセジュアニにアイテムを持たせ替えるといいでしょう。レベルを3の1まで一切上げずに負け進行をしながら利子を最大限取り、3の1から50ゴールドをキープしながらスローリロール、3の2で自動的にレベル5になるので、ブルーザ4体とカシオペアのボードを作って進行してください。4の1でもまだ星3になっていない場合はそこでオールインして、カシオペアの星3は最低限作りたい感じです。それでは最後の構成です。この構成は夢見の池の時の構成です。アーリが来ないと話にならない構成なので、
夢見の池以外でやると結構痛い目を見るかもしれませんので気をつけましょう。夢見の池になったことがないので自分はプレイしてないですが、この構成だとめちゃくちゃ弱そうだと思ってます。個人的にはこっちのソーサラーを減らす代わりにバスティオンを増やし、カルマを足すことでアイオニアを発動させ、アーリのスキル回転を上げてやるのがいいのかなとか思ったり思わなかったり。まあこれに関してはちょっと試したことがないので分かりません。試した方がいたらコメントで教えてもらえると嬉しいです。序盤はボイドとバスティオンで進行したり、カシオペアとのクサスとバスティオンみたいな感じで進行するといいと思います。以上で解説を終わります。お疲れ様でした。もしこの動画が役に立ったと感じたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。あと概要欄に Twitter のリンクを貼っておきますので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。